私に夢を与えてくれたセキセイインコがいた。セキセイインコを飼っている飼い主がいました。その人は事業に失敗し、自暴自棄になっていた時期でした。2016年の暑さがまだ残る季節、2羽のセキセイインコの赤ちゃんが生まれました。元気に育っていくと思っていた矢先のことです。数日後、そろそろ子供たちが巣立つ頃、巣箱からは先にお兄ちゃんが顔を出していました。けれど、弟が出てこない。心配になって巣箱を開けてみると、足が開いている。信じられない気持ちで何度も確かめましたが、やはり開脚している。慌てて巣箱から出しました。手のひらに乗っかった小さな子を見て、この子は生きていけるのだろうか。私に育てられるだろうか。セキセイインコを飼い始めてまだ日が浅く、足が開脚する症状のペローシスという言葉も知らなかった。それでも私はこの子のためにできることをすべてやろうと決めました。セキセイインコについてたくさん勉強しました。この子といると不思議と前向きな気持ちになれた。夢を与えてくれそうな気がして、この子を夢と名付けました。素揚げしてから夜になると不安と寂しさでキューキューと泣くこともありました。その時には一緒に添い寝をして安心させてあげました。ご飯もなかなか食べてくれませんでした。けれど自分で食べられるようになった時は心からほっとしました。夢が過ごしやすいように段ボールで泊まり木や床を工夫し、バリアフリーのお家を作りました。夢がご飯を食べやすいように、知人から竹をもらい、餌置き場にしました。夢はとても優しい子でした。自分より小さな子が泣いていると、そっと寄り添い、ご飯を分けてあげたりもしました。扇風機が大好きで、扇風機が回っているといつもへばりついています。そんな夢に彼女ができました。小さかった頃を思い出すとただただ嬉しかった。けれど夢と一緒にいられた時間は思ったよりも短かった。もっと知識があれば、もっと一緒に遊べばよかった。もっと写真を撮ってあげればよかった。もっと何かできたのではないか。後悔はいくつもあります。でも間違いなく夢と過ごした時間は私の宝物です。夢のことを思うと自分の悩みなんてちっぽけに感じた。夢は私に夢を与えてくれました。